トがシャローにいます。バレたか。外れてる。くそ、今食ってきたのにいいサイズ。魚っ気はありますね。いやー、くそ、もったいない。今のいいサイズよかったです。残念。Az went far away from me. He just left me alone. Cold man. That's the cold man. Az is cold man. さあ、ルアーを交換しました。こちらですね、シュガーペンシルの12センチ。こちらでやっていきたいと思います。結構タマン自体トップに出る魚なので、こういうシンキングペンシルとかミノを引いてきて藻がかかるような状況だと逆にトップの方がいい時がありますね。こう魚が追っかけてきてせっかくルアーを見に来た時にルアーが藻を拾ってしまって見切られてしまう、そういうのがまずトップウォーターの場合ほぼないので、やはりトップウォーターとかで広く探った方がポイントを痛めず状況を把握することができます。やっぱり少し水温も下がっててですね、トップに出にくいっていうのはあるんですけど、ただ最初引っ張ってくる感じだとやっぱりちょっともう拾いすぎて、あんまり釣りになってる感じがしないので、まずはこちらのトップウォーターからやっていきたいと思います。 My tackle box is a spoon heaven. That's a heaven of a spoon. Spoon prison. They're criminals. Prisoners. Many prisoners in here. My tackle box. Whoa! What's that? That's a garfish, man. トップに出るかどうかはちょっと分かんないですけど、期待できる感じですね。ベイトがいます。ただここ根が荒くてですね、ちょっと取れるか心配っていう部分はあります。出たのが分かるぐらいド派手に出てくれると嬉しいんですけどね、あんまりドラグ出すようなファイトはできないですね。今から歩くであろうシャローを引いていきたいと思います。ライトゲームの時も一緒なんですけど、この今から自分が探る場所とかは前もって打ってた方がいいですね。意外と足元にでかいのがいて人が近づいてきて逃げるなんてよくあるので、こう意外と僕が今回使っているロングロッドの時もそうなんですけど、こう久しぶりにトップを使う時とか、この竿が長くて手が疲れてしまう時とかあると思うんですけど、そういう時はこうロッドアクションじゃなくてですね、巻きでアクションつけるようにしても、ルアーはしっかり泳いでくれます。結構リーリング、ラインスラックをうまく使うことによってこのリーリングだけでルアーもダイビングしてくれるので、手が疲れた時はこのリーリングでアクションをつけるようにすると、ちょっと休憩になりますね。でかい。 He's got a fish. 来てる来てる、やったやったやった。 That's a big one. でかい。潜られた。なんかでかいのに潜られてます。潜られてるな。
しよしよしよし。やったやったやった。よしよし。誰だ。おお、誰だ。かかりが悪い。おお、口なしでかい。よしよしよし。あー、なんかかかりが悪い口なしちゃんでした。よしよしよし。やりました。口なしです。どうですか。よし。サイズはまあまあでかいですね。1キロは超えてますね。よし。かかりが悪くなってめっちゃ引きました。一旦ここにかかったやつがこう外れてここにかかってます。一番引くやつです、こういうのが。しゃあ、やりました。なかなかいいサイズの口なじちゃん口なじやりました。ちょっとかかりどころが悪くてたまんと思いました。たまんだと思いましたね。恥ずかしながら一回潜られてしまいました見てましたよ。あー遠かったですけど。綺麗ですね、やっぱり。綺麗ですね。これが磯笛吹きですね。これ美味しいやつですよね、はいこれもね。バター焼き最高ですね。はいお願いします。いいですか。はい。正直たまんと思いましたけどねお楽しみはそうですね。ちょっとリーダー傷ついてますね。あーちょっとまあ潜られたんですよね。ほんの少しなんですけど、ちょっと変えたいと思います。ちょっとタマンが来たら怖いんで、ドラグ出せば大丈夫かなって思うんですけど、やっぱりパワーファイトができなくなるっていうのが痛すぎて。そうですね。30ポンド。かなり大きく取りますよね、これは。そうですね。1ヒロ半ぐらい取りますね、僕は。長めに。本当だね。釣るかな。綺麗さしかない。やっぱ気持ちがいいですね、組み直した後のリーダーって。そうですね。できれば1投目に来てほしい、でかいの。フルロックでいけるんですけど、キャストするときにも気をつけてることなんですけど、このリーダーをバチッとこうガイドで傷めないようなキャスト、こうふんわりこう当てに行くっていうよりはこう送り込むような感じで、ノットに対して優しい投げ方を意識してます。これもやっぱノット以上にですね、この大物とファイトを想定する上でやっぱりノットの部分が一番ラインの中で弱いので、そこをいたわる気持ちで投げてます。でそれで飛距離が変わるかって言ったら大して変わんないんですよ。やっぱりビシッて投げるのとこう送り込みにファッと投げる感じって結構キャストしても飛距離自体はそんなに変わる気はしないので、そのキャスト法を心がけてます。その前に釣った口なじとかでもそのままのリーダーでやってるとさっきのは取れなかったんですよ。あー、もう切られてましたか。だからこの組み直す重要さとリングとフックは変えておくと。Fishing gang, 暑さ